んた、誰？あんた誰？ずいぶん久しぶりね。最近はどんな感じですか？夢は相変わらず見ます？ぐっすり眠れてます。前のように悪い夢は見ません。日中はどうです？急に動悸やめまいがしたり、冷や汗が出たりといったようなことは？いえ、ないです。だいぶ良くなったみたいね。お薬は？ずっと飲んでません。必要なかったので。それは何より。顔色もずいぶん良くなってるし。先生、実は今日最後にしたいんです。最後？ええ、お世話になりましたし、今日はお礼のつもりで。僕はもう普通の生活に戻っていけると思うんです。知り合いの紹介で職も見つかりましたし。でも今すごく静かな気持ちなんです。なくしたものは帰ってこない。そのことを受け入れて一生付き合っていくしかない。半年経って今はそう思えるんです。梅原さん、その心がけは立派だと思いますが、フラッシュバックやパニックは忘れた頃にやってきます。心の傷を侮っちゃいけませんよ。分かってます。でも本当に大丈夫なんです。いろいろありがとうございました。した水の音か。寒い、寂しい。うまい仕掛けだ。終わりがない。赤い真っ赤な血だ。あの女が目の前で殺されるなんて。
少し小さくなっちゃったけど、明日から働きに出る。でも心配いらないよ。いつも一緒だから、直子。原型を作って型抜きして量産する。はい。そしてさっき見た部屋でメイクして完成。おまあ、カツラが欲しかったらつけてあげると。お。どうだい、なかなか面白いもんだろ。ええ、いろいろ興味が入ってきました。ここはね、出荷する前の倉庫ね。へえ。デザインの技術があるんだから、まあそのうち制作の方に回ってもらうけど、まあ少しずつ経験積まないとな。はい。あ、それから許可なく施設内をうろうろしないこと。わかりました。あ、君はね、信用しないわけじゃないんだけどね、企業秘密がもういっぱいあるからね。は志田君。あ。はい。持ち場離れて何やってんだよ。彼を修理の方を連れてって一から教えてあげて。はい、わかりました。志田君だ。もう彼も入ったばっかりでね、もう仲良くやってくれよ。頼んだよ。じゃあ死体たちを復活させますか。指の間とかさ、はい、結構残るから。はい。でもこれやりにくいだろうからさ、こう外しちゃえばいいの。でもどれがどのやつか覚えとく。ねえ、あの人新入り？ええ、なかなか真面目そうな男で。そう、様子を見てそのうち連れてきてくれない？ここへ？退屈なの。一日中ここで待ちぼうけだし。ねえ、例の件はどうなった？それがまるで手がかりがなくて。すいません、いろいろと調べてはいるんですが。いつも謝ってばっかり。もう聞き飽きたわ。あいつを何としてでも見つけ出して。ねえ、何してるの？早くして！
早くそいつで切り離して。この女はどうせもう寿命よ。切り離して燃やして。早く。お見合い行くぞあとはあいつよ。あいつの血がいるの。もうすぐだよお見合い。おお成長著しいね。熱心だし素直だしおまけに無駄口を叩かない。梅原お前出世するよ。冗談やめてくださいよ。こうしてると落ち着くだけですよ。きっと性に合ってんですよこの仕事。そんなもんかね。こいつらいいよな。年食ってもぶっ壊れてもこうやって元に戻してもらえて。生き物は死んだらそれまでだもんな。なあ梅原。はい。ちょっとお前に話があるんだよここのことで。ここってこの工場ですか？ああ。お前にまだまだ教えなきゃいけないことがたくさんあるんだよ。工場長っていつもいないだろ。ここのどっかに閉じこもってるって噂なんだけど、その場所を誰も知らないんだよ。それってかなり変だよな。ほ今日上がったらちょっと付き合えよ。あ、裏話いろいろ聞かせてやるからさ。今日はダメなんですよ。藤田さんに残るように言われてて。工場長に？詳しくは聞かなかったんですけど、なんか僕に合わせたい人がいるからって。それ誰だかわかります？ああ、そう。何か？いや、じゃあ話はまたの機会ってことでな。頑張れよ。どうかしたんですか？いや、なんでもないんだ。藤田さん、一体誰に押してくれるんですか？ここの本当の社長かな。その人から直々にお呼びがかかったんだ。名誉なことじゃないか。はあ。
この人は。うちの行員だよ。選び抜かれたね。さあ中へ。ここは気に入ってくれた？私ずっと見てたの、あなたのこと。梅原和樹さん。私は富江。富江。ねえ、どうしたの？こっちを向いて。これは。この人たちはな、私のことが好きなの。だからこうして会いに来てくれるの。あなたもそうなってくれたら嬉しいな。照れてるの？本当はね、私悪い人たちに狙われてるの。一人でも多く味方になってくれる人が欲しいの。だからね。おかしな人、私の目を見なさいよ。二人っきりにならない？私の部屋で。藤田さん、これどういうことか分かりませんけど、僕は帰らせてもらいます。待ちなさい。信じられない、あの男。どうしてなの？私にも信じられません。あなたを目の前にしてあんな。あんたたちがいたからよ。もう一度連れてきて。はい。それであの女のことはどうなったの？藤田さん。すいません。覚悟しています。お望み通りにしてあげる。あの女を死ぬ気で探して。
何です？梅原、いい加減休んだらどうだ。休憩時間だぞ。別に疲れてませんからいいんです。好きだなお前のそういうところ。で昨日どうだった？あの女と会ったんだろ？あの人知ってるんですか？まあな。そうか。藤田さんの言いつけでまたお誘いですか？おいおい勘違いすんなよ。俺はあいつらとは違う。いいか梅原、藤田もあの男も狂ってるんだ。俺が昨日言いたかったのもそこだよ。狂ってる？だってそうだろう。あの建物に富江を監禁して二人でもてあそんでんだからな。あの人そんな風には見えない。当然だよ。女王様ごっこを無理やりやらされてるんだからな。富江は二人の遊び道具になってるんだよ。むちゃくちゃにされて。かわいそうすぎるだろ。なあ梅原、富江をあそこから救い出してやろうよ。俺たち二人で。一人でやってください。私の部屋。ちょっと乱暴だったかしら。でも私嬉しいの。あなたと二人っきりになれたから。あなたってどうしてそうなの？冷たくされるとますます興味が湧くじゃない。私ずっと思ってた。どんな男もみんな愚かな生き物だって。でもあなたは違うみたい。なぜなの？黙ってないで何とか言いなさいよ。私のことそんなに嫌い？じゃあどう思ってるの？君は誰だ？ここで何をしてるんだ？私はここから出られないの。男たちに閉じ込められて人形のようにおもちゃにされて、そして壊れてく。血が腐ってもうすぐ消えてく。呪われたみたいに。
私を救ってお願い助けて。君がわからない。梅原さん、あなたの彼女死んじゃったんでしょ。そんなにその人のことが忘れられない？どうしてそれを。かわいそう。辛かったのね、ずっと。私がその人の身代わりになってあげる。私のことをその人だと思ってお願い。和樹、やめてくれ。僕に構わないでくれ。私に恥をかかせたのはあなたが初めてよ。富江がどれだけわがままで気まぐれか分かってるだろう。富江は今あいつに夢中ですよ。あんたら二人を裏切ってあいつと出て行く気だ。若いえ、富江を疑うのはよせ。昨日のあんたへの仕打ち、なんだあれ。富江にゴミのように扱われてるだけじゃないか。それともそれが嬉しいんですか、工場長。女どこいるんだ、早く言え。尽くしても尽くしても何のご褒美もくれやしない。あの指先にさえ触れさせてもらえない。ああ、そうだろう。女を知ってるっていうのは嘘か。お前何者なんだ。お、梅原、早かったな。うまくいったか。こいつを連れてきたのも俺たちに取り入るためか。何が目的なんだ。俺だったら絶対我慢できねえよ。こいつに取られるぐらいなら富江のことを殺してやりたいよ。あんたらだって本当は富江のこと殺したいと思ってんだな。お前が死ねえ。大きい。どうした。早くしろ。
何でもないよ。全てうまくいってるから問題ないから。ねえ、あなた私を裏切ってないわよね。何バカなこと言ってんだよ。本当はあの女にいいようにあしらわれて言いなりになってるんじゃない？なんで俺を疑うんだよ。こんなに愛してるのに。なんで信じてくれないんだよ、富江。じゃあ何グズグズしてんのよ。あんた私を見殺しにしたいの？もう元に戻らないのに私。富江。もう待てない。どうかしてたんだ。直子はここにいるのに。ごめんな。裏切るなんていつも一緒なのに。あそこへは行かない。二人きりだろう、直子。楽しかった頃に戻れた。そう思ってたのに。直子が苦しんでるんです。だから僕も苦しくて。僕らのことをいつも何かが邪魔するんです。直子との約束を守ろう、そう思ってるのに。いつも。梅原さん、あなたはとても純粋な人よ。あなたの直子さんへの思いもよくわかります。でも
恐れずにもう一度思い返してみて。半年前何があったのかを、本当に直子さんが亡くなったのかどうかを。先生まで僕を疑うんですか？僕を否定するんですか？いいえ、そういうこと言ってるんじゃないのよ。あなたの心の真実は認めます。ただね、直子は殺されなかった。そういう事件はなかった。そう言いたいんでしょ？だったら直子はどこへ消えたんです？僕は病気じゃない。あなたたちの方がおかしいんだ。すいません。ちょっと混乱してるだけです。あの人来てないんでしょ？ええ。どうしましょう。いっそ一思いに。それよりあの岸田って男は？あいつも消えました。逃がしたってこと？あいつがあの女と繋がってたらどうなるのよ？だって本当に役立たず。もうこんなところにはいられない。そうでしょ？何を言ってもいい。ただ私を裏切らないでくださいよ。ねえあんた、あの女とうまくやってるみたいだな。あの女、死んだ女にそっくりだろ。まるで墓場からよみがえってきたみたいに。だがな、あの女たちは出来損ないだ。だからもう終わりも近い。魔法はいつか解ける。哀れなもんだよ。何の話だ？あんた誰なんだ？この顔に見覚えはないか？お前が知らないはずはないんだ、梅原。富江はどこにいる？話せ。あんた頭おかしいんだ。あの女にすっかり骨抜きにされちまったのか？それで満足か？いい加減に目を覚ませ。
起こってるの？大変だ！第二相馬でいいか！何？どけ！あんたたちやっと会えたな。富江は一人でたくさんだ。何してんだ！騎士だ！逃げても無駄よ、富江さん。やっと会えたわね。帰って手間が省けたわ。ずいぶん強気じゃない。バカな男どもがいなければ何もできないくせに。でももうここもおしまい。あんたみたいにこそこそ逃げ回ってるやつに言われる筋合いない。今までのお返しをたっぷりさせてもらうわ。それはこっちのセリフよ。そっちの本当の狙いは何？あんたが憎い、それだけよ。ねえ、あんたの血きれい？あんた本当に富江？偽物だったらどうしよう。あんたの血をもらう。やっと捕まえたぜ！離して！トミー！行こう。なんで戻ったの？わからない。
見つけた。ここよ。かくれんぼのつもり？どこ？出てきなさいよ。もう最後だから教えてあげる。お互い無駄なことをしていたのよ。私もあんたと同じ。私の血も汚れてるの。人間の血が混ざった偽物よ。だったらあんたも終わりじゃない。でも私はきっと探し出す。永遠に新しい本当の血を。ここ出せ、ヒカル。さようなら。二人とも死んだ。あの女はここから出よう。なんで私を助けたの？あんなに嫌ってたのに。気でも変わった？何にも話してくれないのね。うまく言えないんだ。なんだか夢の中にいるようで。後悔しても遅いわ。もうあなたは関わってしまったのよ。私に。
入って。そこ座って。傷消毒しておかないと。平気。それ何もかももうおしまい。富江、和樹。だって不思議な人。冷たいのか温かいのかわからない。私のことどう思ってるの？どうしたいの？同情してるだけなの？違う。私怖い。あの女を、本当の私を探さないと私死ぬの。助けて。あなたは私だけのものなのに、いつまでも一緒にいるって約束したのに、それなのに私を裏切って。和樹！大変な目に遭ってるな。あの女と一緒だろう。直子に会わせてやる。直子はもう死んだんだ。ようやく居所が分かったよ。彼女が死んだ。思い出の場所で待ってる。お前が直子を殺したのか？
これでこの人の身代わりになれる？その服を脱げ。ここから出てけ。この人が殺されたのね。だから私を受け入れてくれなかったのね。よせ。でもまるでこの女私じゃない？人の心にずかずか入り込むな。この女は死んでない。死ぬわけがない。どこにいるの？お前には関係ない。ある。私が探してたのはこの女よ。もう時間がない。この女はどこ？続くんだこの夢は。死ぬまで覚めないわ。こんな子供だ。やめろどういうつもりだ。あんた誰なんだ。今から思い出させてあげよ早く直子を出せ。う。呼び出そうじゃないか。3人で。3人？ここであの女は殺された。だがお前はそれを誰にも信じてもらえなかった。心配するな。私は信じるよ。あんたを殺したからだ。ああ、あの女を殺した。何度も何度も。絞め殺した。刺し殺した。バラバラにもした。あの女はその度によみがえってきて、私を何度も振り回した。愛して殺して
愛して殺して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 女を焼いたこともある。でもそれでも戻ってくるんだ、あの女は。いつもの美しい姿で、そちらの顔で化け物だよ。ある時一つの実験を思いついた。当時小児科医だった私は赤ん坊にそれを試みた。あの女の死体から抜き取った血で無差別に何人もその血を受け継いだ子供たちは予想通りあの女そのものに成長していった。あの女が世の中に満ちていく。男たちが次々虜にされていくどんなに楽しかったことか。お前も随分楽しんだだろう。だがもう終わりだ。お前たちは所詮出来損ないだ、偽物だ。人間の血で汚れてる。それがどんどん加速して肉体が崩れかかってる。だから真新しいあの女の血が欲しい違うか。永遠に生きるあの女の複製たちが醜い姿を晒し朽ち果てていく。素晴らしかったあとはお前だけだ。ずっと見守っていたよ、富江。梅原、お前のこともな。数年前あの女は私の前から消えた。方々を探した挙句あの女がお前を虜にしているのを知った。奪ってやろうと隙を伺った。お前は私に気づき、恐れ嫉妬し、女がそれを煽った。案の定女は殺された。ここで誰あろうお前の手によってな。デタラメだ。だがお前はその事実から逃げた。記憶を書き換え、あの化け物との思い出さえ作り変え、苦しみを全て忘れ去った。それ以来あの女は消えた。だがお前のそばに必ずいる。そう信じてきた。それがなおか。富江だよ、本物の。お前の前では直子と名乗っていたがね。話はそれでおしまいか。直子はここに現れない限りあんたの喋ったことは意味がない。全部あんたの妄想だ。まだ目は覚めないか。富江、富江、出てきてくれ。もう一度会いたいんだ。愛してるんだ。
富江なんかいない。みんな幻。下がって早く。富江。あなたともっと一緒にいたかった。こんな風に思うなんて。でももうおしまい。地獄で待ってる。やめろ。
ごめんな。私は富江。私はあなたとずっと一緒にいた。一緒よ、永遠に。